こんにちは。アスリート兼コーチ GO です。前回は病院での治療に違和感を覚え、生体との出会いによって体を動かしたいという本能が目覚めたところまでお話ししました。しかしそれは決して平坦な道のりの始まりではありませんでした。今回はなぜ私が病院で処方された大量の薬を飲まなかったのか、そして自力での回復を目指し始めた頃の壮絶な試行錯誤についてお話しします。整体の施術を受けると一時的に痛みとしびれは和らぎました。しかし時間が経つとまた激しい痛みが襲ってくる。その繰り返しでした。周りの友人たちが20代を謳歌する姿を見るたびに、なんという果たしなんだろうと羨ましさで胸が締め付けられました。ここで多くの方が疑問に思うはずです。痛みがあるのなら病院で出された薬を飲めばいいじゃないかと。しかし私は薬を飲みませんでした。なぜならこの痛みもしびれもすべては自分の体の中で起きていることだからです。私は薬で症状に蓋をするのではなく、自問自答を繰り返しました。なぜこうなったのか、事故に遭う前の体はどうだったか、何がいけなかったのか、過去の自分と今の自分をつなぎ合わせ、その原因を探る。その思考の中に薬という選択肢は最初からありませんでした。また私が薬に頼らない理由は幼少期からの体験に根ざしています。この話はまた別の機会に詳しくお話しします。私が信じたのは薬ではなく動きたいという体自身の声だったのです。頸椎損傷以前の格闘技とトレーニングに明け暮れた毎日とは比べ物になりませんが、今自分に何ができるのかを見極め、私は恐る恐るウォーキングから再出発しました。すると驚くべきことに気づいたのです。体を動かしている間は痛みとしびれが緩和していること。しかし新たな壁が立ちはだかりました。軽いトレーニングで体を動かした翌朝、目覚めると体がガチガチに固まり、痛みとしびれがさらに悪化しているのです。特に朝は本当につらかったです。動くと楽になる。でもその反動で翌日動けなくなる。このジレンマにお先真っ暗な気持ちになりました。そして私は気づきました。今の自分にとって最も重要な課題は疲労のコントロールであると。そこから私は睡眠、入浴、食事という生活の基本に徹底的に向き合うことにしました。特に食事ではお昼の社員食堂のおいしいセットメニューの誘惑を断ち、5大栄養素を常に意識した定食を選ぶ。そんな地道なことから変えていきました。体を動かすことで痛みと向き合い、痛み、しびれのピークが来たら整体でリセットする。そして疲労をコントロールすることで次の日も動ける体を維持する。この体を動かす整体、疲労のコントロールの繰り返しです。今思えばこの試行錯誤の日々こそがゴーズメソッドの原型だったのです。言葉にすれば簡単ですが、当時は言葉にできないほど辛い日々でした。しかしこの繰り返しの中で私は徐々に自分の体との付き合い方を会得していきました。そして現在還暦を迎え、私はこのように自在に体のどこをどのように動かすのか、意識通りに動かすことができています。ゴーズメソッドの完成により、今では整体もマッサージも鍼灸も、そして
風邪薬や頭痛薬も一切必要としない完全に自立した体を手に入れることができました。あの時、自分の体の嫌だという声と動きたいという声を信じて本当に良かったと思っています。今回はここまでにします。次回はこの手探りの状態から一度は掴んだ希望、そして悪夢の再来についてお話しします。私の経験が今苦しんでいるあなたの道しるべとなれば幸いです。また次回お会いしましょう。